もしも心の支えを失っていたら、灼熱の太陽は切なさをも焦がしたのでしょうか。アメリカ南西部インディアン居留地ヒラリバー。かつて1万3000人を超える日系人が強制収容されていた面影はありません。けれども生きる望みを決して捨てなかった男たちが作り上げた夢の球場フィールド・オブ・ドリームズはこの砂漠の大地に永遠となって刻まれています。時は第二次世界大戦中、アメリカ。日に日に激しくなる戦況に日系人や日本人移民に対する目も厳しさを増していきました。当時高校生、カリフォルニア州に暮らしていた銭村健三さん一家のもとに通告は突如やってきました。行き先は自宅から800キロ離れたアリゾナ州のヒラリバー強制収容所。持ち運びが許されたのはスーツケース2個に入るものだけでした。 They said, "You gotta move out." My dad had a garage, and they said they were selling cars, but he lost all that. 日本が真珠湾攻撃を行った翌年の1942年、アメリカ政府は日系人や日本人移民を敵国民だとして迫害。12万人近くが全米10カ所に設けられた強制収容所へと入れられたのです。主に人里離れた内陸部の砂漠地帯に設けられた収容所。フロアはね、みんなボードで、there's gap in between. Dust storm come, We have to stop that. 日々募りゆく絶望感。それが折々風のように胸を横切り始めたある黄昏時のこと。銭村健三さんの父健一郎さんが一帯に広がる砂漠を見やり、ふとつぶやいたのでした。ここならきっといい野球場が作れるな。カリフォルニアで日系人の野球リーグを組織していた健一郎さん。アメリカ球界のスーパースターベーブ・ルースの来日にも尽力するなど、選手監督としても知られていました。野球場を作りたい。健一郎さんは収容所の担当者に直訴。この砂漠に球場と一生に付されましたが、健三・健氏の2人の息子と早速球場作りをスタートさせました。そうは言っても何もない砂漠。まずは至る所に転がる石を運び出し、土を慣らすことから始めました。その後はバックネットやベンチなどの建設を手作業で。深夜監視の目を盗み、立ち入り禁止区域からこっそり材木を持ち込んだといいます。お父さんに言って、あんまりやったら You might have to tear it down. But we kept on working. My dad kept on working. 連日黙々と作業を続ける親子の姿に、いつしか他の日系人たちも集まってきました。健三さんと同級生だった古川さんも球場作りを手伝った一人です。銭村監督の命令の下で、僕たち若い人はみんな元気出して、これができたらまた昔のようにベースボールが遊べられる日で一生懸命やりました。夏は40度を超える砂漠で作業に励む日系人の姿に、この頃には
看守も球場作りを黙認していたといいます。収容された人の多くはアメリカ国籍を持っていました。ベースボールへの夢、それは突如奪われたアメリカ市民としての生活を少しでも取り戻そうとする強い思いだったのかもしれません。そして半年後の1943年3月、ついに球場は完成。観客の応援席やフェンスだけでなく、外野に芝生を植えるなど本格的なスタジアムでした。その名は銭村フィールド。銭村健一郎親子と日系人たちの夢が実現したのです。みんな嬉しかったよ。I was proud to be about Japanese America, and yeah, I'm proud that my ancestors are Japanese. 健一郎さんはすぐに中学生から大人たちまで32ものチームを発足。野球選手権も開催しました。影響は他の日系人の収容所にも。野球の輪が広がり、交流戦まで行われるようになったのです。当初は差別の目で見ていた地元アメリカ市民も噂を聞きつけ、続々と観戦にやってきました。とはいえ、強制収容所の中での野球、ボールやバットなどの消耗品を揃えるために空き缶を球場の入り口に置き、観客からカンパを募りました。そしていつの日か、スタジアムは7000人もの観客で埋め尽くされるまでになったのでした。戦争がさらに激しさを増し、日本では春夏の甲子園が開催されなかった1945年。しかしここアメリカではその実力を認められた収容所の高校生チームがアリゾナ州のチャンピオン校と対戦を果たすことになりました。監督は銭村健一郎さん。チームの中心は健三と健志2人の息子たちでした。対戦相手のピッチャーだったベイリーさん。日本チームのレベルの高さに驚かされたといいます。They were faster than we were. They could bunt. They had fundamentals of the game equal to our skill, but it was their speed that really impressed us. 試合は予想に反し大接戦に。白熱した攻防の末、10対10、延長戦へと突入しました。10回裏、日本側の攻撃、ツーアウト満塁。バッターボックスには弟健志さん。カウントは3-2。健志さんは一遍も球を打とうと しなかった。フルカウントの第6球、健志さんが振り抜いた打球は三遊間を抜けレフト前に。劇的なサヨナラヒットでした。All of them moved out onto the field. And, congratulating their players. I remember my impression changed almost 180 degrees at that particular time. These were Japanese American. 人のおかげ、我慢、日本の大事な言葉をね、親たちが教えてくれました。やっぱりそんなことを考えれば一生懸命にキャンプ収容所の中の日本人のためにもみんな多分同じ気分と思いました。日本人としての誇り、アメリカ市民としてのプライド、戦火における板挟みの中、夢のフィールドを駆け抜け、その両方を守り抜いた日系人たち。銭村フィールドは僕たちのフィールド・ドリームズね、忘れない。やっぱし一生涯ここにもね残しますね。
戦争は終わりました。しかし銭村健一郎さんの夢は続いていました。それが叶ったのは終戦から8年後のこと。日本広島、10万人の市民が街頭を埋め尽くした熱烈な歓迎パレード。健一郎さんの2人の息子、健宗健氏の兄弟が日系人選手として広島カープに入団を果たしたのでした。僕らはびっくりしてね、あんまりあの時クラウドの中入っていくから大変に喜んでたよね。アメリカ仕込みの闘志あふれる2人のプレーは原爆の焦土から立ち上がった地元ファンを魅了。特に弟の健一さんはオールスターにも出場するなど中心選手として活躍しました。アメリカ西海岸にはいくつもの日系人チームが存在します。メンバーの多くはアメリカの地に生きる日系4世。遠い記憶、眩しかった季節の青い空。日系人野球の父銭村健一郎さんと仲間たちが強制収容所の中で作り上げたフィールド・オブ・ドリームズ。その思いと果てなき情熱は決して色あせることなく紡がれ続けています。